なんですかね。結構下で使います。下で使ってるような気はする。ああ、そうですね。ただポンって離すのが多いんで、どうなんですかね。1G の時にこれは水平ぐらいの車高ですよね。はダンパこの位置ぐらいからこう動いてるわけですよね。多分その前が後ろが、6ミリぐらいで組んでるのが多分初代ぐらいじゃないかな。もうちょっと入ったぐらいですか。ちょっと結構伸びた状態で使ってますよね。使ってるところです。この辺で使ってる。この辺が一番使ってるんでしょう。一番伸びた状態です。思ってるより上で使ってるってことです。なんか今だとこれだと押して自然に戻ってくるのがこの辺じゃないですか。ってことはここから押し側が反発が出るんですよね。でこの位置から伸びる方は戻ろうっていう力の方になる。今はもうオイルが入ってないから戻ろうっていう方が弱いわけですよね。空気が入ってるから漏れてからです。そう逆さまで使った方がいいかもしれないですね。これ全然逆さで使っても違うんですか。やっぱりこのオイルがこっちにつけてるとここから漏れていくじゃないですか。重力下になる、でこっちにしてると上に吹き出す分だけど、多分この漏れ方を見ると重力で漏れてる感じが強いです。踏み方が悪い。踏み方が悪いです。可能性は悪いですよね。踏み方は悪いです。踏み方は悪いです。だから結局この車高のところからこれにボディがつくわけでしょう。ボディがついたとして水平だったとしたらこのくらいが 1G の状態ですよね。ほぼこれが水平じゃないですか。これぐらいのところからダンパーのがこう沈んできて、フェンダーとタイヤがこう当たるところぐらいでダイヤフラム反発があってくれると踏ん張るんですよね。でこの状態からポンって上がるときに、この 1G の状態からポンって上がるときにダンパーがちょっと引き側の方の伸び側の方をグッと引っ張る方向になれば、スコンって抜けるのをじわっそっか。だからやっぱりその 1G の状態の時に基本的にはでもちょっと反発の方があった方がいいんですよね。浮く方はもう空に向かっていくだけだから、いや浮く方の力よりもこれが下に落ちていく重力と遠心力でドンと落ちてくる方が反発が強いので、
力が強いので、はいはいはい。ポンっていった方が浮く力ってそんなないじゃないですか。そうですね。めったにはいビャンっていくことはない。乗る力は強いんで、やっぱりこの 1G の時に反発の方があった方が踏ん張りが効くわけですよね。ってことはということは今だと本当 1G のところで 1G のところだと反発がない。今の状態だと今こう押して、まあこんくらいのところはいじゃないですか。取るの忘れてた。すいません。大丈夫です。こう受け取るんであれですけど、はこの辺からは縮む分は反発が出てくるけど、い。はい。ああ、そこまでか。伸びる方はぐーっと引っ張る方はい。になってるんだけど、実際これをつけてみると位置的にどこになるかっていうと、ちょうどこの辺になってしまうんですよね。あだからここから潰れる分はこう反発の方であ。はい。ダンパが伸びようっていう方にはいはいはい。縮むのを抑えようって力になるからグッて踏ん張る、はい伸びる方はダンパー自体のその反発がない状態あーだからバネだけの状態で、はいはいはい。だからこれ 1G の状態でこれが水平ぐらいと思ったらこんくらいの車高じゃないですか、はい。ちょっとさ。はい、っていうことはこんだけ伸びた状態で 1G っていうことなんです。ああ、そうか。ということはここから沈む方でもダンパーも沈もうっていうか縮もうっていう力の方向ですよね。あ、まだですね。は今の状態だったら。そうここまで来て初めてこの辺から反発になってくるんです。ああ、そういうことか。はい、だからバネでしか結局反発できてないから反発できてこう踏ん張りがないわけです。ああ、だけどちょっとアクセル軽く抜いてもストンって抜ける感じ。グッて入れた時に要は反発しないダンパー自体がああ、スプリングだけってこと。スプリングだけで当然その分が反発だから当然伸び側もその反動が出るからどっちかっていうと伸び側の方が動きが速いですよね。伸びる。縮む方が、もうダンパーあ、そっか。自体も縮もうとしてるし、引くけんこっちの方が速くて伸びる方がはい遅い、ちょっと遅い感じですね。そうですですね。ああ、そっか。どっちかっていうと、まあ、今つけた状態だと、うん引きダンパーっぽくなる。そうって感じそうですそうですああ、そっか。だからまあそのショックを吸収するだけを考えれば、はいその安定っていうかだけ考えればそれもありだと思うんです。あやっぱりこう反発がダンパーでもあると要はこれでグッてこう伸びようっていう力で路面に対してグッて反発しようとすると、はい当然グッて入れた時にちょっとアクセルを緩んだ時にバネだけじゃなくてダンパーも伸びようっていう力があれば当然弾こうとするので、はいはいグッて戻ろうとしちゃうんですよね、はいはいだからしっかり乗せて要はこう膝でしっかりグッと地面を踏ん張るような感じのを、このダンパーのここの部分でグッてやると踏ん張ってくれるからトラクションも上がるんです、あーあー、そういうはい、でやりやすいんでいけば引いてくれた方がじわーっていった方が、はじわーじわーって安定しますよね、い、はい、抜けフラフラじゃないけどじわーじわー安定した感じで安定はするんだけど踏ん張るかって言ったらバネの力でしか踏ん張ってないからああ、そっか。ダンパーでドンドンドンって踏ん張ってるわけじゃなくてスプリングでふわふわふわってしてるのふわふわってしてでも車は前に押し出せないですね。ああ、なんだろう、負けてる感じかな。うん、なんか的には。もうその動きに沿ってるあ沿わせてるんだけどバネがそれ以上に縮んでバネの反発が出やすくなるわけじゃないですか。あ、ああ、そっか、そうですね。だからはい伸びる時もファッて伸びる感じに感じるのかな。縮むからですね。本当はそこまで縮まんで踏ん張ってもらいたいんだけどそれ以上沈むからあーその時バネはその分引
はい、その分バネ縮むじゃないですか。縮むけどでバネの反発でピョンってそう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 だけ、まあ、ある意味雑にすると抜けやすくなる、ふわ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 したような感じになるんですよ。だから同じこう沈むこの路面にタイヤがグッて食って、荷重が乗ってグッて食ってグッて沈む時にこうグッてグッてバネだけじゃなくてこのダンパーでもグッてしてくれればふにゃって動いたらその分バネは縮むじゃないですか、でもグッてなって踏ん張ってくれればストローク自体は少ないんですよね。少ないけどそこで踏ん張るから要はそのでバネも縮んでる量って少ないじゃないですか、抜いた時の反発自体もバネの反発は少なくなりますよね。だから少ないストロークでしっかりグッっていうのをそのバネだけだとどうしてもバネでそれしようと思ったら硬いか柔らかいかとかで動かないんだけど、バネは動こうとするんだけどバネだけだと要はその変化率がこの伸び縮みの中で柔らかくて硬くなっていくのがあったら途中でレートが急に変わってもいかんし、ある一定の変換の中でただこれのストロークしてほしい範囲って決まってるわけじゃないですか、フェンダーがあるから、でこのフェンダーのところまでこの部分はしっかりこう動いてほしい、柔らかく動いてほしいけどある一定のところでグッて踏ん張ってほしいって言ったところをこのダンパーのこの反発の部分のところで、これはもう抜けてるからないけど、ずっと縮めていくとダイヤフラムの反発があってそこからグッて入りらないところが出てきますよね、その位置をどの辺ぐらいで来るか。でもまずはその 1G の状態の時のダンパーがそこからどういう効果をするかですよね。この状態から沈む方向で、この辺はもうスムーズにダンパーの反発も引き側もなくスムーズに動きながら動いてくると反発が出てくる、で踏ん張ってくれる、バネはあくまでもこの車体を支えるとあと動く速さなので考えてたのと全然違う車重に対してバネはある程度決まってくるじゃないですか、前後のバランスとですね、でそれだけではただ動けばいいってわけじゃないので、ふにゃ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 してても踏ん張りは効かないので、踏ん張らせようって言った時にこのダンパーのこの組み方とかで作って、そうですね、踏ん張ってほしいところでこれがグーって反発が強くなってくれればそこでこうショックで踏ん張ってくれるんですね。と思いますけど分からんですけど、なんかちょっとだから今まで思っとったダンパーの考え方とちょっと違うだから多分その動くんですよねすごい、だから分かりやすいのでその車の動かすとかっていうので分かりやすい分でいけばやっぱりまず動くっていうその動作が大きい方が分かりやすいので、それか間違いではないんですけど、それに車を制御するためのダンパーはどういうダンパーを作りたいかっていった時にこういう車がこの状態この車高でフェンダーがこの位置で、でここからこれだけストロークした時に踏ん張ってほしい、伸びた時に伸びていく方の時にどういう方向でしてほしいっていうのの時にもこれついてる状態で考えたら分かりやすいですよね。ここから沈む時にどういう風な効力っていうかそのダンパーの仕事をしてほしいか、伸びる時にどういう効果をしてほしいかかなと思います。そこの範囲は自分でそれをやりやすいところを探す。そうですね。だから本当は測ってこうノートンつけたりどうのこうのってした方がデータ取っていくと間違いはないんでしょうけど、僕はもう見た目で面倒くさいからやりますね、この位置だったらこのくらいの長さでつくから、この辺のところまで
伸び縮めてるそうですね。であ大体その位置を覚えておけば、あの時組んだ時にこのくらい押して自然にこの辺戻ってきて、でこのくらい押した時の位置でダイヤフラムの反発が強くなった、はい、であともうちょいこう奥までグッて入って踏ん張ってほしいな、もうちょっと手前で踏ん張ってほしいな、はい、フェンダーとタイヤの隙間で、ああそっか、はい、走らせよったら大体分かりますよね、はい、車の姿勢がこう、はい、こうなるところで前は伸びようとしてるけど後ろがこう潰れてしまう、そう反発がすぐ来てしまって、こうしっかり姿勢ができる前にグッてなってしまったら姿勢できてないからトレーン抜けます、はいはいはい、姿勢がちゃんとなったところがフェンダーがこのくらいに来てて、その時にこれがどのくらいの位置になってるか、だったらもうちょっとこうこのくらいで反発が出てきたのを、はい、この辺で反発した方がいいなとか、基本的にこれだとちょっといかんですね誰が組んだか知らん組んであったんでしょ、買った時に買った時に組んであったトイザらスで買った時に組んであった使うかどうかわかんないんで大丈夫です、はい、あれどこやったっけ、いや上田さんのこと基本的な考え方は最終的についてる時にどうなりたいかなんで、だいぶ減ったですねこれ。ローションの代わりに使ったでしょ。使ってないですそれ新品ですよ新品ですか。新品ですか。どこのこっそり堂で買ってきたんですか。ちょっと年度はちょっと上げとくかもしれないですけどってことでバネはどこで使っても一緒ですもんね。はい、ワンジかかった状態で車高をどこにするかだから、かけていけばバネが縮んでいくんじゃなくて、はい縮んでいってレートが上がったところ以上はもうそれを上げていっても車体上がっていくので、ああです、はい、この重さに対して縮む量だから、はい、うわ、何ですかこれ、どこのですか。朝です。お疲れ様です。神谷のいかんすね。うちのはこんなこと絶対ならんのですけどね。買います。売ってません。限定販売非売品です。もうないんですか。ありますよ。俺には売ってくれるんです。いや少ないんでですね、あんまり買ってほしくないなと。じゃあやめときます。どっちですか。どっちですか。俺には売りたくないようにしか聞こえてないですか。いや無駄なお金を使ってほしくないだけです。これショートがついてるんですね。ショートですね。なんでショートなんですか。あんま伸ばしたくないんですか。トムさんが一応見てやらして、こっちがいい、後ろ伸びすぎだったけんっていう。なるほど。まあいいんですけど、ここでこう一番伸ばしたここストロークで、多分 1G の時にこのくらいのところで使ってるんですよね、おそらく。はい、なのでそんな長いんですか。この辺で使ってます。思ってたのと全然違う。いやこの辺だったでしょさっき。ですね、確かに一番長いとこからちょっと戻ったぐらいのこの辺でですね。だから使ってるところが大体この色が剥げてくるじゃないですか。これが多分もうこ
このちょうどキャップのところぐらいですもんね、一番使ってるのがこの辺ですもんね。この辺ちょっと綺麗でしょ。ああ、ちょっと綺麗になってる。このギリギリのところ、ここでいつも動いてるんです。なのに反発の部分はこの辺だったんです。まあセンターっていうか、その伸び縮みの真ん中ぐらいはこの辺だったんです。だから引きダンパーっぽく使ってた感じですよね。ああ、そうなんですね。うん、なので僕の計算でいくとこのくらいの長さで組むとちょうどいいぐらいです。入れます。ちょちょちょって乗せて、ちょちょちょって乗せて、どうするんでしたっけ？こうです。ピュッて押し出す。ピュッて押し出す。あ、一番いいとこ見えね。そこのオイルの減らし方って、どうやったらいいんですか？ちょっと少なめとか言わすじゃないですか。減らすときはですね、まあ、そんな考えなくてもこうばらさなくていいんですよね、減らすときは。あ、そうなんですか。増やすときはまあ増やすときにはもう一回継ぎ足さないといけないので、まあ、一回開けないともう増やせないですけど、抜くときは結局表面張力って分かります？この前言ったやつ。液体にはその1気圧かかってるじゃないですか、地球上は。まあ、宮本さんが地球上に住んでるかどうかは分かんないですけど地球上にはかかってるんですよ。あ、そうなんですね。はい、1気圧、それに要はこの液体って形が決まってないじゃないですか、だからその、まあ、その話はまあ長くなるんでやめときましょう。とりあえず圧力が空気中にあるものよりも、要はその壁にひっつこうっていうんですかね、でコップにも満タンにしていってもまっすぐよりもちょっと上まで膨らんでもこぼれなかったりするじゃないですか、だからその塊にひっつこう、液体の塊にひっつこう、それの壁にひっつこうっていうような圧力でそういう感じなんですよ、スライムみたいになっていくわけですよ、液体でも。ってことはこの部分を例えばちょっとしてやってもそこから空気がポコって中に入ることはないんですよ。ああ、そっか。今度ダイヤフラムのこことこのシリンダーのこの部分にひっつこうとするんですよ。だからこれをちょっとつまんでやって、この部分をピッてしてやってピッて押せば、ピッてしてやったら自然に締まろうとするんですよ。ひっつこうってひっつこうとするんです。もう一回こっちでしましょうか。ダイヤフラムをまあ取れなくてもいいですよ。やってみれば分かりますもんね。そうですね。だから取れるのであれば取りたい。これを上から押しても、まあ、出てくるじゃないですか。この時点でこの真ん中に空気が入っとったらあれですけど、これダイヤフラムってこう丸くなってるので、押せば基本的に周りから漏れてきますよね。スローモーションで撮ったら分かるんじゃないですか。これスローモーション、スローってどうやってですか？ボタンがあるでしょ。そのボタンを押してる間はスロー再生とかスローとか。どうですか？わかります？さっきまでのが腰砕けみたいになってそうでしょう。ぐーっと沈んでいった時にアクセルクックって入れるとこう微妙に沈みながら車がグッて前に出るんですよね。過ぎかな、本格的の修正の楽しそうですね。あそこの
違いますね。全然違うもうあそこ全然アクセル入れなかったですね。ちょっとさっきの状態の走りの動画撮ってないんで、もう一回抜いてもらっていいですか。昨日のがああ、昨日のがですね。昨日のがあるんだあー大丈夫だと思う。昨日のとの違いですね。全然違う。曲が流れてた後みたいなまあ、結局なんか前も後ろも僕は組んでません、ダンパー。前も後ろも僕は組んでるダンパーになってません、そういえば。完璧に自分でやってもらっていいですか。今みたいにグーって乗っていった時にも昨日だったらーって流れてましたもんね。あーってしかならんでね。アクセル入れてもこうはい前に車が進まなかったでしょ。この全然違いますもん。抜けてしまった後の加速しますね。ああ、やっぱり。もうあそこばっかりやってるのやめてもらっていいですか。ガードレールが、あ、ガードレールか。いやガードレールがすごい、ボディはどうでもいいですけど。軽のよりスピードが乗るけん曲がれんのでしょう。いいよ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 、いけ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 、加速できるできるできる、ガーン。ガードレールもう壊れるけんやめてもらっていいですか。車じゃないんですね。カツオはね、めっちなんか基本的に車がこう見とくと分かるじゃないですか、このはい姿勢でこの時にこうなる。でその時にバネだけじゃなくてやっぱりそのダンパーとバネの効果をどう使うか、このくらい沈んだ時にこういう風な動きをしてほしいとか、だからまあその数字で測ってするとまあいいのかもしれんですけど、実際やっぱりボディがついた状態で車が動いてる状態の時にダンパーがどういう状態なのかっていうので組んでいくと、まあ、そんな難しくないのかなと思うんですよね。お、ちょっと学習した。学習しました。思ったより出るっていうのは。ちょっとこれだったらちょっと浜さんぶっちぎれるんじゃないですか。切るかな。ちょっと呼んでください。嫌からですか。リベンジさせてください。これにまあ、バネのそのテンションとかで、だから結局今までこうぐーっともう引きダンパーじゃないけどこう腰砕け的な感じになってたから、ちょっと多分テンションかけ気味だったんじゃないかなと思うんですよ、バネああ、キックかけてですよね。じゃないともうぐにゃってなりすぎるから、だからもうそこの部分がダンパーでこう踏ん張ってくれるんで、バネをちょっとテンション抜いてもいけるんですね。いけますよね。ちょっと車高上がった感まあ、もちろんそのダンパーが反発する力があるから、おお、いいですね。全然違う。おちょっと今みたいなヘアピンのところで昨日だったらやってもう前に進まんかったですもんね。何もできんかったんで。ですよね。後ろ側追いついてくると全くなく。うわ、次。何進めないのこれ。
なんかドリフトっぽいことしてるですね速度上がってくるとなんかドリフト禁止なんですけど。すいません。良さそうですね。いいっす。全然いいっすよ。逆走走れなかったのに。はい。正直雑に扱ってるんですね。全然違う。だからフロントのダンパーも一緒ですよね。こうついてる状態で自分の車がどのくらいこうどういう風に動いた時にどういう風にスプリングとダンパーでこの姿勢を制御したり、はい、踏ん張ったり伸びたり。自分でしないと覚えないですね。そうですね。もう二度としないですから僕は。いや